皆さんこんにちは、トッティです。今日はですね、ウエイトって結局どこにつけるのが一番いいのかという内容でお話ししていきたいと思います。で、初心者の方にとってはもちろん目から鱗の、情報になりますし、上級者の方にとっても今一度なぜそこがベストなのか、でベストな場所につけるとどんなメリットがあるのかというところを、深掘ってしっかりお話ししていきますので、皆さんウェイトの、つける位置問題は今日の動画を1回見れば、一発で、解消してこれから、先のダイビング楽しくなりますので、ぜひ一緒に確認していきましょう。それでは本題に入る前に、まずは一つお知らせです。僕の YouTube チャンネルの、公式キャラクターの LINE スタンプが、完成して、リリースとなっていますので、その公式キャラクターの名前がですね、バディくんっていう名前を付けさせていただきました。そもそも公式キャラクターいたのっていう話なんですけれども、これちょっと順番が逆というか、 LINE スタンプをですね、弊社の、スタッフが、作っていまして、でそのキャラクターがめちゃめちゃ可愛いので、これもちょっと公式キャラクターにしていいということで、弊社スタッフの梅のに確認して、もちろんということで承諾いただいたので、僕のチャンネルの公式キャラクターとしてこれから、末永く、このチャンネルにね、出演ところどころに出演、してもらったりして、で LINE スタンプがですね、めちゃくちゃいいんですよ。この画面のね端っこの方に QR コードを出しておきますので、気になる方はぜひそちらから見て、購入していただいて、あと概要欄の方にも、貼り付けて、おきたいと、思います。ぜひ見てみてください。こういったスキルの解説動画にもアニメーション作って、そのキャラクターがダイビングしてるようなところとかもちょっとね勉強して実装、したりしながら、もうとても気に入っているので、僕のバディでいながら、皆さんのバディにも、なれるような、そういったキャラクターにね育っていければいいかなと、思っていますので、僕の、YouTube チャンネルの公式キャラクターバディくん誕生しました。そして LINE スタンプありますよという宣伝になりました。では本題入っていきましょう。まずウエイトベルトにウエイトをつけるとき、一体どこにつければいいのかという話なんですけれども、これ意外とねオープンウォーターダイバー講習の時に教えてくれなかったり、するんですよね。最低限左右対称にしましょうぐらいは、教えていただけると思うんですけれども、実際どこにつけるのがいいのかというところですね。まずはじゃあそうだな、皆さんに問題です。左右対称につけますよね。じゃあ一体どこにつければいいのかという問題なんですけれども、丸1、おへそのあたりに固める。丸2、この横っ腹の脇腹のところに離して左右対称に設定する。これどちらがいいと思いますか？理屈で考えるとそりゃそっかって思っていただけると思うんですけれども、復元力という力の働き方がテーマになっています。例えば海に浮かんでいる船を思い浮かべてください。船がね正面から見たらこういう感じになってますけれども、端っこに荷物積むのと真ん中に荷物積むの、この揺れってどうなると思いますか？両端に重いものを積むとですね、グワン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 揺れるんですよ。でこの重りを中心に乗せた時どうなるかっていうと、復元力がね強く働くんです。つまりお腹の中心にまとめればちょっと体勢崩れてもウエイトの力で自然と復元してくれるんですよ。これ理屈がね分かればそりゃそうだと思うと思うんですけれども、こういった考え方がなかなかあまり浸透していないので、実際の弊社のね、ビッグホリデーの現場でも左右結構離してね、つけられている方はものすごくたくさん、いるので、ちょっとね
それでもダイビングできないことはもちろんないんですけれども、バランスをね崩しやすいっていうのと、バランスを崩さないように気を使っていないまでも無意識に体が気を使っているという状態にはねなってるわけなんですよ。なので僕が推奨しているのは、もうとにかくおへその近くに、もう前にバックルの近くに前に固めて配置してくださいと。これがね最もいいウェイトベルトにウェイトをつける時の場所ですね。で、たまにですね背中の後ろとかにもウェイトつけてる。例えば3キロウェイトつける時、両端とプラス前はバックルあるから背中にね回す方がいるんですけれども、これはねやめた方がいいと思います。なぜなら背中の方はですねBC のハーネスがね当たるんですよ。つまりバリバリ違和感があると思います。なんならねちょっとずっと痛いぐらいの感じですね。なので基本的に背中の後ろの方にはウェイトの球はね回さないっていうのが鉄則になります。なのでじゃあ3キロつけるときどうしたらいいのっていう話なんですけれども、前に1キロ玉3つつけると想定して、バックルの両サイドに1キロ1キロ持ってきます。じゃああと1キロどうしますかっていう疑問だと思うんですけれども、気にせずどっち側でもいいので真ん中に寄せてください。おへその近くにギュッと寄せて、あとはバックルの位置をねおへその中心からねずらしてあげればいいんです。で、結局お腹周りで重心がおへそのところに来るようにベルトのねバックルをずらして調整してあげてという風に調整すれば、トータルで見ておへそのところが、すなわち重心となりますので、3キロとかキリの悪い時はこういう風に、設定するのがいいと、思います。1キロの時とかもそうですね。バックル真ん中にあって1キロこっちにつけるとしたら、そのままバックル真ん中ずれてたらね傾きますので、ぐーっとウエイトベルトを回しておへそのところに1キロ玉が来るように、つけてあげてください。本当にねこれやるだけで気づかないストレスから解放されて、ダイビングマジでちょっと楽しくなりますから。という感じでウエイトベルトに関してはここまでで一通りの疑問は解けたかなというふうに思います。では次は一歩進んで、ウエイトつける場所っていうのは必ずしもウエイトベルトだけであるとは限りませんよね。例えばウエイトベストといって、こういったジャケットタイプのところで胸のところにこういう風に入れたりっていうのもありますし、あとはアンクルウェイト、ドライスーツ使う方はね馴染み深いかなと思うんですけど、足首のところに巻く、ウェイトもありますし、あと BCD のねポケットのところに入れれるウェイトシステムがついてる BC を、持っていって使ってる方もいると思います。そういう観点でなんて言うんですか、立って例えば腰に全部集めた方がいいのかとか、胸と腰どういう風に散らしていけばいいのかとか、そういった前後上下なんて言ったらいいんですかね、頭の先からフィンの先までで、全部で考えて、重心をどこに置いたらいいのかという、お話をしていきたいと思います。まずウエイトが軽ければ、腰だけでいいと思います。BC でもいいですしね、そんなに大きな力は働かないので、腰付近に一点集中でいいと思います。ただ例えばね6班のスーツ着たりとかドライスーツ着たりとか、浮力がつけばつくほどウエイト量が増えますので、たくさんのウエイトを一点集中っていうのはおすすめしません。よくね腰ウエイトベルトに無理やり6キロとかつけてらっしゃる方いるんですけれども、まず腰に悪いです。だって頭足腰にね6キロ集中させたらものすごい負担がね
かかりますので、腰悪くしちゃうとその後のダイビングライフに大きく影響出てきますので、まずは腰をいたわりましょうっていうのと、腰っていうのはどちらかというと下半身に分類されるといいますか、人体の構造上上半身の一番浮力を持つところってどこか分かりますか？肺なんですよ。空気をねたくさん吸った状態で、女性で3000ml ぐらい、男性で4000ml ぐらい、女性で3kg分、男性で4kg分の浮く力がね肺にかかりますので、肺が一番浮くと、そういった観点では腰はもう下半身の方に分類されていますので、あんまり腰に一点集中すると足がねすごく下がり気味になりますので、腰一点集中っていうのはちょっとねバランスを取りにくいかなというふうに思います。で、この時やっぱり上半身浮き気味になりますので、腰のウエイトを上半身に、すなわち胸あたりにずらしてあげるのが、一番バランスの取りやすい方法ということですね。で、現状胸ら辺に BC にポケットがついているものってあんまりないので、テクニカルのバックフロートのオプションとかを除いてはほぼないので、ウエイトベストですね、参考映像出しておきますけれども、ウエイトベストに入れて、散らしてあげると、腰が重くて足が重くて足がすごく沈むっていうのを、一番浮く上半身にウエイトをいくつか移動させてあげるだけで、水平に近い姿勢を取りやすくなりますので、そういった場合は上半身に散らしてあげるのがおすすめという感じになりますね。で、ちょっとドライスーツを使用される方に、お話ししておきたい内容なんですけれども、ウエイトベストを使わずに腰ら辺とアンクルウェイト、あとドライフィンって言って重いフィンですね、この3点セットは本当にねダイビングしにくいんですよ。なぜならもう下半身が沈んでしょうがないんです。それが例えばダイビングポイントが水深5メートルしかありませんとか、水深3メートルでの、移動距離がめちゃくちゃ長いんですっていう方は、足が浮かないように下半身それだけ重くしておくっていうのは理にかなってるんですけれども、ダイビングポイントってそんなにずっと浅いっていうところはそんなに多くはないかなと思います。10メートル、20メートル、時には30メートルという感じで、それなりに深くいった時に腰とアンクルウェイトとドライフィンで下半身ばっかり重くしてると本当にね水平姿勢が保ちにくくて、そういった方はだいたい立ち泳ぎといって、フィンが下に向いている状態で、キックしなければならなくて、流線形から離れていくので水の抵抗もたくさん体に受けますし、エネルギー効率がね、悪くなって、しまって、フィンキックしてもなかなか進まないということになってきます。なのでドライスーツの方下半身に、ウエイト足していくのは全然よくありませんので、あまりにも重い時はねドライフィンじゃなくて普通のフィンに変えてみるとか、あとアンクルウェイトを取る、上手くなったらアンクルウェイトってねつけないんですよ。アンクルウェイト取るっていうのは本当にね足も軽くなってフィンキックしやすくなるので、最初はね始めたては難しいと思うんですけれども、ちょっと慣れてきたらおすすめの方法、あとはウエイトも、重すぎるのは良くないという話なので、上半身の方にウエイトをシフト、していくのが、先ほどお話しした通り水平姿勢を取りやすいので、そうですね、6半とかドライスーツを着るときはもうウエイトベストをつけた方がいいです。持ってない方は買うことをねぜひおすすめします。では最後に、ウエイトを、胸とか腰とか足とかいろいろつける場所あると思うんですけれども、自分にとってどの場所が一番いいのかというのを水中で
計測する方法があるんですよ。今日の動画はそのやり方を特別にお話ししていきたいと思います。どうやってやるかと言いますと、BCD のポケットの中、ウエイトシステムはちょっとやめた方がいいですね。ファスナーのついたポケットの中に、1キロ入れておきます。で、いつでも取り出せる状態にしておいてください。で、いざ水中入った時、水平姿勢になりますよね。で、この時上半身が重すぎて足が浮いているっていう人は、浅場では水深3メートルとか5メートルぐらいだったらあるかもしれないんですけども、10メートル以上いったらそういう方ほぼいませんから、皆さん足が下がります。で、この時に自分はどこにウエイトを分配するのがいいのかという観点で、そのポケットの中 BC のポケットの中に入ってる1キロをそーっと取り出して、この1キロの場所をね変えてみてください。例えば胸のあたりに持っておくとかで、それでジャストでバランスがよく取れたらもうピタッと水平姿勢になりますから。で、このウエイトをポケットに入れるとまた下半身に重心移動しますので足が下がると。で、これやるだけで本当に一番いい自分にとっての重心っていうのが分かるようになります。で、胸のところでこうやってウエイト持ってそれでもまだ足が下がるっていう人は、今度はそのウエイトを片手に持ったまま前にこういう風にね出してみてください。水平姿勢ですよ。水平姿勢で前に出す。で、前に出したらピタッと安定すると。じゃあどうするかということなんですけれども、前に出したはいいけどその後前にウエイトを装備する方法っていうのはないので、逆に言うと腰あたりから2キロウエイトベストに移動してあげてください。そうするとざっくりした計算上では上半身に1キロ以上ウエイトが、集まりますので、1キロ持って手を伸ばした状態に、近い感じになります。という感じで、重い方からウエイトを抜いて軽い方に持ってくるとバランスが取れるようになりますよという感じですね。なのでアンクルウエイト外してみる人は両方持って、カメラとかに巻きつけてカメラでこういう風に前に出したり胸のところに当てるのもありかなという風に思います。例えば夏の装備の時は私はこういうバランス、冬の時は何キロでこのバランスっていう風に、自分のウエイトをつける、最良の場所を探っていって、最適化していくと。もうこれはねめちゃくちゃメリットがありますし、あまり深く考えずにスキルばっかり高くなっていってスキルで補って、いるっていう人もこれを変えてあげるとさらにダイビング楽しくなりますし簡単になるし、また他のスキルもね泳ぎも綺麗になると思いますし、中性浮力も取りやすく、なると思いますんで、ここの基礎のところは一度しっかりとご自分で、確かめて実践してで覚えておいて、でこういう装備の時はこういう何キロつけてつけ方はどういうバランスでっていう風に、自分なりの最適解を皆さん一人一人、探していただければダイビングライフが、これまでよりハッピーになると思いますので、ぜひ実践してみてください。では本日は、これで以上となります。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。バディ君ともども、僕の YouTube チャンネルをよろしくお願いします。ではまた来週。